皆さん、こんにちは。今回の動画は大盾兵団の立ち回りについて作成しました。兵団同士でぶつかる際、なんで味方来ないんだとブチ切れたことがあると思いますが、その原因は味方というよりあなたにあることが多いようです。初心者はもちろん遠距離兵団ばかり使う人はまず大盾兵団を使いこなせません。なぜなら兵団運用の基礎を学ぶチュートリアルがあるわけでもなく、近接戦闘を避けてばかりいるので実戦を通じた兵団運用の基礎知識がいつまでたっても深まらないためです。そこで今回は大盾兵団運用の間違った運用を例に挙げつつ、どうしてそれがダメなのかを解説していきたいと思います。それではどうぞ。大盾兵団の基本的な立ち回りはラインを維持する、ラインを上げる、拠点占有で粘るの3つが主な役割です。そこでシーン別の動き方の違いを解説していきたいと思います。とその前に注意事項。F1 陣形は絶対に使わないでください。盾を構えて守っている感が出ていますが、武将護衛の方がはるかに優れています。その根拠がこちら。武将や兵団の連続転倒攻撃を中性超装兵の推進で疑似的に表現。なぜか下手な人ほど F1 陣形を愛用する傾向あり。デフォルト陣形だからか？ F1 陣形は簡単に突破されており、何も役立たないことがわかると思う。これが一番簡単な使い方で体を張って守る、もしくは妨害するように立ち回る動きになります。そこで問題です。これは大盾初心者が行う防衛ですが、間違いだらけです。どこが間違っているでしょうか？知的箇所は大きく分けて3つ。1つ目は、補給防衛は意味がない。この補給維持は非常に大切ですが、機械や遠距離の攻撃が多すぎて不利ポジでの戦闘になっています。このままいても壊滅するので補給で動かずに陣取りは悪手。2つ目は、味方の動きを見ていない。ミニマップを見る限り、壁上殲滅に行かなそうなので補給捨ての判断をしないといけない。3つ目は、投げ槍は守る必要がない。なぜか投げ槍を必死に守っていますが、アルノ級の破壊力があるわけでもなく、超装兵団のような継続火力もないので自分を犠牲にして護衛する意味がない。大盾はすぐに補給から離れるべき。もし投げ槍がついてこないなら見捨てる。基本的に遠距離兵団ばかり使う人は誰かの後ろから攻撃しか考えておらず、状況判断力はほぼないので一緒に待機しても敵が突っ込んできてこのように無駄に兵団を溶かされます。撃破後、なんで味方は来ないと本人は感じていると思いますが、間違った立ち回りは大盾側となります。最前線のライン管理は大盾兵団買い手の技量がもろに出る役割です。瞬時に敵、味方の兵団の状況を把握し前に出てくれる味方かどうか判断後、押し勝てそうだったら前に出ます。戦力が拮抗している場合はライン維持を選択します。言葉より動画を見た方が理解が早いのでこちらをどうぞ。ここで問題です。相手の大盾兵団使いの防衛ですが、間違いだらけです。どこが間違っているでしょうか？
盾視点で振り返ります。攻撃側は大盾、シグ、スイス、新作、新規5010兵、ハウンドハンター。そして好戦的な人多め。防衛側は大盾、白山、スイス、文句、投げやり。追ぶれ多めで押し負けそう。まず様子見を兼ねてライン維持を選択。いきなり防衛武将1キルされたので事実上味方1兵団壊滅。指摘箇所は大きく分けて4つ。1つ目は坂途中防衛は意味がない。坂途中で戦ったところでポジ振り出し槍もついてきていないので大盾使いは白山を見捨てるべき。前に出ず坂下で受けていたら大盾とシグは撃破できたかもしれない。2つ目は味方ヘルプ指示がない。後方の味方を誘導できていればもう少し戦えていたと思う。3つ目は大盾の途中撤退は無意味。なぜか槍兵団を見捨てて下がったが全く意味がない。盾大学にスイッチするなら意味があるが、槍の後ろで陣形を構える行為は禁じ手。槍兵団の位置で全滅覚悟で耐えるべき。そして武将だけは生き延びること。4つ目は投げ槍は守る必要がない。槍とセットならばまだ耐えられるが、投げ槍を守る行為は盾単体で粘ることと同じです。無駄防衛はやめましょう。右上付近にいた遠距離兵団はほぼそこにいただけで拠点防衛に協力せずに逃げています。なので無駄に遠距離兵団が多い場合、率先して拠点防衛は諦めましょう。初心者には戦わない判断を見極めることが難しいと思いますが、当たり負けの傾向をつかんでいきましょう。ここで補足ですが、2つ目の味方ヘルプ指示を出す方法を紹介します。まず最初に断言しますと、下手なプレイヤーはマップやチャットを開く習慣はないので、地図上でいくら音を鳴らしても意味がない。その代わりに役立つものがエモート指示です。マウス中ボタンをドラッグしながら右クリックでページを切り替えてマークの上で左クリックして決定する仕組み。この動画ではデフォルト設定なのでエモート指示が2ページ目にあり、非常に使い勝手が悪い。なのでカスタマイズ方法を説明します。まずエモートカスタマイズ画面を開き、登録されているエモートを全部消します。その後、自分が使いたい戦闘指示をチャットから選び、登録すれば OK です。カスタマイズすればページ切り替えの手間をカットできるので使い勝手がかなり良くなります。マップのコールと併用すれば味方との連携も上がるはずです。初心者がやりがちな間違った大盾兵団運用にフォーカスを当ててみましたが、結論、共通点が多そう。こいつ雑魚等の暴言を吐く人が多いですが、それをしたところでライト層が上手くなるわけではない。ライト層の方は YouTube で動画検索して自ら上手になろうといった習慣がなく、すぐ他人に聞く傾向があるのでクランに所属には無理ですが、クラン所属の人はライト層に届くようにぜひ動画拡散の協力をお願いします。